漁師の玉作りです。ああ、10だ。ああ、10だ。ああ、10だ。もうね、はい、物がいっぱいありすぎてね、はい、多分この家を貸そうと思ってると思うんです。兄夫婦はもうこっちに帰ってこないから、はい、別に住んでるので、はい、だからこの家を借家にして、そのためには空にした方がいいだろうなということです。で、台所だけこの辺だけ残してほしいっていうのは、一周期、来年の1年が終わるまではまだここでするだろうし、仏さんはまだ動かしてないので、でここだけはちょっと置いといてほしいなということです。なるほどね。住んでた方はもう亡くなっちゃって、はい。様っていうことですかね。一人で住んでて、で私らでは動かせないものがたくさんあるので、そうですね。どないもこないもできないので、でちょっとメモリーズさんに今回お願いしたっていうことですね。これはなんか父の母親が平成13年に亡くなって、でそれからあと一人やからいうので寂しいのでということで、建設会社の仕事をしてたので、で気を収まることはたやすいものなので、一人ではちょっとかわいそうやというので、私が仏道を掘るよというそういう本があったんですよ。でそれをこんなことでもするか言うて送ったのがきっかけで、でのめり込まはってすごいな。本当にプロです、ね。そうです。そんでよう新聞にもラジオにもようけ載って賞も載ってはります。お弟子さんに言うて来たはったんですよ。でももう91の時にお弟子さんに入れてくださいって言うてもう叩いてきはったらしいんですけど、それはもう無理やから言って断ってはりましたわ。そうなんですね。はい、そうです。そうです。だからその朝昼関係なく1日24時間10分の時間やからね、好きなように使ってはったみたい。なるほど。車来て、向かいから。おはようございます。本日どうぞよろしくお願いします。無事終わりますように。じゃあすみません、開会します。下と上。サイクルだよ。お葬式の。はい。これはもうあれ。結構処分と残しがあれですね。やっぱりね、いいものが結構あるし、使えるものが結構あって、収納スペースがこんだけあったら、やっぱりなんかもらったり使えるもんいただいたり買ったとしても、置いとこうってなるやん。こんなにスペースがあったら。でいつか使うやろと。で使ってへんの。で残ってしまって、でその間に時は経っていろんな便利なものが次々出てきて古くなっちゃうっていうね。だから言っときますよ、皆さん。ちゃんと使ってください。物はちゃんと置いとかずに使ってください。これよくわかる？それですか？音楽違うね。編み機。編み機？編み機。懐かしい。じゃあ座布団出しちゃいますよ。何気なく入ってんじゃなくて、この片付け方もストーリーがあってな、端っこからこうスペースを空けていくという。その場に応じて。やっぱりね、段ボール僕らいっぱい仕分けるやんか。今これ鉄とかこう小さく分けてるけど、本当は段ボール置いてやりたいやんか。スペースがないやん。自分の作業スペースにいっぱい物をあげて自分がこんな動きになってたら
元も子もないってことですね。それは素人ですか？素人。私でもやってたらここでもらおうかなと思って。体験入学しましょうか。ほんまに。もう1時間で1つなのに。ダメじゃないですか。それ、お、だがない。それは置いときましょう。はい。なんかみんなでお話ししながら片付けるの楽しいな。あ、そうですね。そうですね。いつもお一人プレイヤーが。誰も声かけてくれへん。いやスタッフがね、僕が黙々とやってたら声かけてくれへんから、みんなとこう喋って楽しい。寂しがりですか？いつもそうやな。そうですね。寂しくやってられてる人。でも僕かけてるじゃないですか。そうか。スペースができましたね。おお、だいぶ空きましたね。このお家も結構長かったんですよ。もうね。ほぼおったから。ああ、そうですか。戦後側やから。そうですよね。同時しながら。ああ、そうか。ご家族みんなで。この家を建ててから、私小学校1年と2年の時に建ったんやけどな。でもそれからあと出さないですよ。入れるばっかりで。そうなんですか。戦時中やったけど行ってはないんですか。特攻隊やったから。特攻隊やったんですか。出撃前で終わった戦争が。よかった。それはよかった。何番か前やったんですけど。あ、そうなんですか。あと何人か行く分長引いとったら自分も行ってた。マジで。ゴルフバッグ。こういう部分撤去の時って掃除とか後付けとか外すのってどこまで外すんですか？いや、片付けのところは大体後付けも掃除機ももちろんかけてします。あと片付けした部屋部分。そうですね。はたはた。いいか。めっちゃレトロな人。こんなんしたはず今の人。挨拶。ああ。まあ今とさして変わらへんね。店が旅館やってたからこう食器系が結構。ああ、食器系か。多分予備が入ってんやと思う。予備ですね。よっしゃ。出た。漁師の玉作りです。ああ、銃だ。ああ、銃だ。ああ、銃だ。銃だ、そうそう。マジですか？はい。火薬のパウダーちゃうん。そうです。火薬のパウダーや。黒色火薬って書いてある。ほんまや、これ玉入れるやつや。夕日のガンマンや。ああ、すごい。漁やってた時のやつや。これでも火薬のセットや。それ銃弾の弾う頭。わ実弾やんか。これはあかんわ。これはあかん。じゃあ実弾やん。そんなとこ置いとったんかよ。やばいやばい。これはやばいって。どうしたらいいの、こんなん。これはもう水につけていただいてできたらお客様で処分していただくとああ、これ雷管や。三段銃のやつやろ。雷管。昔自分のとこでこう火薬入れて作っているもんあったらできたらこれ火薬ですよ。玉作り道具ですか？ちょっと水実弾と一緒に処分。あ、これショットガンの弾や。8号弾と3号弾。めっちゃ詳しいじゃないですか。これ弾ですか？ちっちゃい鉄球。ジンさんみたいな感じ。だから用途によって分けるんだ。三段銃は鳥用、鹿用で大きさが違ってくる。これなんか出てきました。これも弾や。スラグ弾。でかいの一発も。クマイノシシ。頭蓋骨割るのにまとめて警察や。まとめて警察。年に1回警察がちゃんと保管しとるか検査に見に来るの。はいはいはい。そんなとこかな。今まででも今は出るまで聞いたかな。きっとだよね。なんかバードショット、これベアショットちゃうか。クマ用のベアショット。普段聞きへん言葉やな。ですね。これは警察署持ってこう。何が出てくるか分からへん。また出てきそうな気がする。実はアルバム関係はありがたいな。
うちら自分だって勝負だこれも。一挙に忙しなっていいや。段ボール大きい方がいいですか？大きい方が。はい。ドリフの上から落ちてくるやつ。首折れます。ドリフの上から落ちてくる。いや結構な重量ありますこれ。首が。多分文福関係もこの長持ちちゃうかっていう。はいはいはい、もうそろそろですね。すっげえ。あ、人形。あ、おひなさん。ああ、もう。顔が。怖い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 。ちょっと怖いですけど。崩れてくる。なかったな。そうですね。うん。これなんですか。趣がありますけど。承知。ああ。時代劇で出てくるやつですね。ああ、そうなんや。勉強なのね。そうですね。うわ、ほとんど出ましたよ。もう出ましたよ。偉いな、ほんまに。偉いね。偉いね、やった。偉いでよ。褒めらったぜ。結構多かったっすね。多かった。こういうとこの収納ってやっぱたくさん入るんですね。やっぱり。これはまあ自分では無理やな。ねえわ。そんなもん。やっぱ僕らの手書いた方がいいよね。それもいいですわ。あそこにはお店をやったはったもんやさかいに、旅館的な。はい、60人分の寝具と60人分以上の食器、春夏秋冬の食器が全部ありますので、それをメモリずつお願いしたいんです。あ、いやもう頑張りましょう。はい。どないも私たちはできないからね。でもう父親がじゃあね1週間亡くなる1週間ほど前はもの元気やったんですけど、急にパタパタと来はったんやけどもね。確かに量がちょっとね。違うでしょ。普通の家とは違うから、それがちょっとなぁと思って。うわ、ありがたいな。うわ、そんなこともするんですか。もういいんじゃないか。いいじゃないか。頭みたいなけど。すげえことするんですね。いやピカピカなりますよ。なんの。見て掃除かけてた。どうするちょっと。いいですよ。綺麗にやっても無理や。この部屋もこんな広かったよな。こんな広いの初めてや。いつも足の踏み場しかなかった。ジャリジャリで。いやー、いやー、すごい。かっこいいね、この仕事やっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です、本当に。ありがとうございました。感謝で。こっちが感謝。奥様にも感謝です。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも失礼いたします。すっきりしてよかったです。ありがとうございます。で、山下さん、はい。第2弾も世界にまた連絡しますので、よろしくお願いします。もうその時はもう半端ないものが、これ以上のものがあると思いますし、心得て来ていただけたら。ありがとうございます。ご苦労様です。ありがとうございます。失礼します。
馬年で馬好きで、だから私ら子供の頃修学旅行の土産やりとみんな馬でした。馬小屋のための棚をわざわざ買って馬小屋でございます。もともと若い頃は刑事さんやって刑事さんで鑑識のお仕事をしてた人なんで。鑑識の、パソコンも何も全部自分で独学で。独学で、器用な人やったよね。母ちゃんは最初看護婦さん。看護婦さん、警察官と看護婦さんだから。そうなんです。だから母の勤務してた病院に入院したんです。足を。はいはいはい、なるほどなるほど。そこでやってるんですよ。